よろしくお願いします。今回このような機会を与えていただいた NBRP のですね、佐藤豊さん、吉田学先生、笹倉先生に感謝いたします。それでは私の発表を、開始いたします。私はですね、脊椎動物、コレシストキニン、以下 CCK と言いますけれども、それとガストリンファミリーペプチドの起源と進化を明らかにするという目的で、偏れ部や CCK ガストリンファミリーペプチドであるシオニンの、研究を行っています。で、今回、この Distribution of Sionin, Cholecystokinin Gastrin Family Peptide and its receptor in the central nervous system of intestinal type A という論文をですね、2020年に出版しましたので、これを発表しますが、これまでの研究の経緯と本論文の、内容や、その他の、ね、研究者の関連する研究を含めて、できるだけ分かりやすく紹介していきたいと考えています。ではじめに背景として、哺乳類の CCK とガストリンの機能と、脊椎動物でのペプチド遺伝子ファミリーとしての共通性について紹介していきます。哺乳類では CCK は、十二指腸や小腸の愛細胞で産生され、食物中に含まれる、脂肪やタンパク質の刺激により、放出されます。で、放出された CCK は血流を介して、胆のう収縮や、オッティの活躍筋弛緩を誘導して、胆汁分泌を、引き起こすことや、膵臓に作用して、膵液分泌を促進するということが知られています。また、消化管からの中枢に対する接触抑制作用に CCK が関わっています。消化管から分泌された CCK が、急進性迷走神経系を刺激して、逆行性の伝達により脳の補足核を通じて接触抑行動を抑えるということが知られています。また CCK が神経伝達物質として脳内で働くことも分かっています。接触抑制、情動、記憶、飲水抑制など様々な CCK の脳内での作用が報告されています。一方、ガストリンは胃の幽門島と呼ばれる、腸に近い部位ですね。ここに存在する G 細胞で作られています。オリゴペプチド、アミノ酸、胃の拡張、迷走神経刺激などにより、ガストリンが放出されると、血流を介して、壁細胞に、作用して胃酸の分泌が誘導されます。また、ガストリンが胃粘膜の細胞増殖に関わるということも知られています。このようにガストリンと CCK は、同じ消化ホルモンとして、カテゴライズされますけれども、細かく機能を見ていくと、このように多くの違いが認められます。一方、これらのアミノ酸配列を比較すると共通性が見出せます。こちらには、人の CCK とガストリンの配列を、並べています。これらはいずれも、赤で示された硫酸化チロシンを持っています。また、N 末端側は長さも違いますし、配列も違うわけですけれども、C 末端側は、共通する配列を持っています。この配列比較を脊椎動物全体で行ったのがこちらです。人、チキン、トラウトですね、CCK とヒューマンとチキンとサメのですね、ガストリンの配列を比較しました。そうするとですね、この赤字で示した、硫酸化チロシンがきちんと存在するということが分かります。さらに、C 末端側の、トリプトファン、メチオニン、アスパラギン酸、アミド化されたフェニララニンという4アミノ酸残基が保存されていることが、分かります。このような配列の共通性に加えて、ここではお示ししませんが、マイクロシンテニ解析から CCK とガストリ遺伝子が共通の祖先遺伝子に載っていた、
祖先遺伝子、祖先染色体に載っている祖先遺伝子に由来するということが示唆されています。このようなペプチド側からの視点に加え、受容体側からも CCK とガストリンが祖先を同じくすることが示唆されています。CCK の受容体には動物種により細かい違いもあるんですけれども、基本的に2種類のパラローガスな受容体が存在しています。それがここに示されている CCKRA と CCKRB です。CCKRA はこの図にありますように CCK と特異的に応答しています。一方で CCKRB は CCK とガストリンの両方と応答します。このように CCK とガストリンは受容体を共有するという点からも、共通祖先から生じたパラログであるということが示唆されます。ここで紹介する、ここのオーディエンスのようなホヤの研究者の方々には、誠に釈迦に説法のお話になってしまうんですけれども、脊椎動物の共通祖先遺伝子を探るという点では、ホヤが最適な動物です。CCK ガストリンの祖先的なペプチドとして、ホヤからシオニンが同定されています。シオニンは1990年、片揺れボヤの、脳神経節から単にされたペプチドです。シオニンは、この、ヒューマンの CCK ガストリンと比較したアミノ酸配列の図を見ていただくと分かるように、先ほど示したような CCK ガストリンの共通配列を持っていることが分かります。具体的には、ね、チロシン硫酸基を、2つ持っています。また、C 末端側の4アミノ酸残基が、きちんとシオニンでも保存されていました。このような、ペプチドの構造的な特徴に加えまして、生理学的にも脊椎動物へシオニンを投与すると、胆の収縮という、を引き起こす CCK 作用や胃酸放出を起こすというガストリン作用があるということが知られています。このようなことから、CCK、ガストリンファミ、シオニンは CCK ガストリンの祖先遺伝子に由来すると推測されておりましたが、これまで、シオニンの極材、受容体、カテオレボヤにおける作用というのは、私が研究を始めた段階では、不明でした。そこで、シオニンの受容体の同定及び基本的な発現解析を行ったのが先行研究となるこの論文です。だいぶ古いですけれども、この論文で行いました。はじめに、シオニン受容体候補の同定を行いました。すでに他の研究グループによってシオニン受容体候補として、が同定されており、それが COR と名付けられておりました。で、私たちは、この COR とよく似た遺伝子を同定して、すでに報告されていたものを COR1、新たに発見されたものを COR2 と名付けました。ここで示している系統解析の結果からも分かるように、COR1、2ともに、脊椎動物、CCKRA、B を含むクレードに属していることが分かります。このことから、CR1、2ともに、CCKR、脊椎動物 CCKR の相同遺伝子であるということが分かりました。さらに COR1 と2は、脊椎動物 CCKR が2つに分岐する前の祖先遺伝子がホヤ独自に、増えたものだと推測されます。続いて、これらの受容体がシオニンに応答するかどうかという、分子機能について検討しました。このスライドはカルシウムセカンドメッセンジャーを指標とした哺乳類細胞系を用いたリガンド受容体解析の結果を示したものです。左のグラフから説明していきたいと思いますけれども、左のグラフは COR1 を HEC293MSR 細胞に強制発現させて、合成シオニンペプチドとの反応性を示した濃度依存曲線です。そして受容体活性の硫酸基の重要性を検討する目的で、
チロシン硫酸化の程度が異なる4種類の誘導体を作成し、応答性を解析しました。この赤字で示されているチロシン Y が硫酸化されたチロシンで、2つ硫酸化されたものから、1種類だけしか硫酸化されてないもの、全く硫酸化されてないペプチド、この4種類を準備しました。この図で見て分かる通りに、2つのチロシン硫酸残機の両方が硫酸化されているチオニンが最も反応性が高く、硫酸化が、減るごとに、活性が下がり、全く硫酸化されていないチオニンはリガンド活性を失いました。この傾向は、COR2 でも認められました。このように COR1 と2が、シオニンペプチドの真の受容体であるということを明らかにしました。さらにシオニンの活性には、チロシン残機の硫酸化が、受容体の活性に重要であるということを明らかにしました。続いて、シオニンとその受容体の組織発現分布を調べています。このように様々な組織における、シオニン COR1、COR2 の発現、メッセンジャー RNA の発現を RT-PCR で検討した結果、シオニンは、神経複合体に強く発現し、消化管の一部にも弱いながらも、発現が検出されました。一方、COR1 と2は、神経複合体に加え、卵巣および消化管、乳歯水孔で発現が認められました。このようなことから、シオニンは神経伝達物質、消化ホルモン、生殖ホルモンとして作用するのではないかと、推測されます。この後、シオニンに着目し、詳細な極材を検討しています。特に神経系に着目しました。左、の図では、ホールマウントインサイチハイブリダイゼーションの結果を示しています。ホールマウントインサイチハイブリダイゼーション解析によって、葉弱体と生体の神経複合体におけるシオニンの極材を検討した結果、葉弱体の神経節に、この、黄色い矢印で示されている、葉弱体の神経節の一部にシグナルが検出されました。こちらはセンスプローブの結果で、人食い的な応答を見ています。神経節にシグナルはありません。それから、生体の神経節では、このようにですね、外周部分に、強いシグナルが検出されました。この外周には、神経節ですね。神経節の外周にシグナルが認められました。この神経節外周に存在する細胞は神経細胞の細胞体であるというふうに、言われております。このことから、シオニンが、神経細胞に発現していることが示唆されました。右ではですね、シオニン抗体を用いた、免疫組織科学の結果を示しています。上の4つは、生体の神経複合体の連続切片を用いた、切片を用いた解析で、上の2つがですね、神経節にシオニン、抗体陽性の、細胞と繊維が検出されました。その下の段の、シオニンペプチドで吸収した、吸収抗体を用いた実験では、このようにシグナルが検出されなかったので、特異的な、染色であるということが、認められます。で、さらに、葉弱体を用いたホールマウントの、免疫染色では、この白い矢印で示されたような、ちょっと見えにくいですけれども、こちらが入水口方面で、こちらが取水口方面なんですが、それぞれ取水口方面に、シオニン陽性の神経繊維の走行が、シオニン抗体陽性の神経繊維の走行が確認されました。この研究の結果から、シオニン受容体が初めて明らかになり、シオニンの極材が明らかになりましたが、今後さらなる詳細な極材解析と機能解析の必要性が残りました。
この研究の後、だいぶいろいろ時間が経っておりまして、サントリー生命科学財団の大水さんの研究で、COR2 がですね、卵巣のインナーフォリキュラーセルっていうところに、発現していて、その COR2 を介して排卵が誘導されるということが明らかになっています。このようにですね、末梢動期における使用人の機能は徐々に明らかになりつつあります。しかしながら中枢神経での機能は依然不明なままでした。そこで、本研究では中枢神経に着目して、使用人と COR の極材解析を行いました。はじめに、生体の神経複合体の連続切片を用いて、使用人抗体による免疫組織科学を行いました。A と D、B、C、D とありますけれども、それは、右上図の切り口で観察したものを示しています。神経節の前方部が含まれた A や B の切片では、このように細胞体と思われるシグナルと神経繊維のシグナルが検出されています。一方、神経節の、中間部位や、後方部位しか含まない C や D の切片では主として神経繊維のみが検出されました。このようなことから、右下図のように、使用人作動性の神経は、神経節の前方部に細胞体が極在していて、神経繊維は神経節全域に張り巡らされているということが明らかになりました。続いて COR1 と2の極材も検討しました。COR1 と2メッセンジャー RNA の極材をホールマウントインサイチューハイブリダイゼーションで検討した結果がこちらです。インサイチューハイブリダイゼーションの結果、COR1 メッセンジャー RNA は葉弱体の神経節全体に極在しているとこと、それから生体の神経複合体では神経節外周の細胞に、極在していることが分かりました。一方、COR2 メッセンジャー RNA は、葉弱体の神経節及び神経線、非神経性の組織ですけれども、そこにも極在していることが分かりました。比較的に比べると、全体的に発現量は低いのですが、比較的に神経線に、細胞数が多いように、観察されました。この関係性に関しては、生体の神経節でも同様の結果が認められています。で、さらに、使用人 CR1、すいません。それでですね、今回、CR2 に関しては神経での発現が少なかったということで、続いての解析からは、神経節での発現の多い、CR1 に絞り、解析を進めています。使用人、このスライドは使用人 COR1 を発現する神経の特徴を調べるために、ホールマウントインサイチューハイブリダイゼーションで使用人 COR1 とコリン作動性神経のマーカーであるバスキュラー、アセチルコリントランスポーター VA チャットの極材パターンの比較を行った結果です。使用人は、こちらで示すように、連続切片を用いた免疫組織科学の結果同様に、メッセンジャー RNA が神経節前方に極在していることが確認できました。一方、COR1 と VA チャットのメッセンジャー RNA は、この図に写真にありますように、神経節中央部での極在が認められました。この2つの遺伝子の神経節での極在は極めて類似しています。そこで、実際にこの細胞レベルで極材が重なるかどうかを確認する目的で、二重位最中ハイブリダイゼーションによる、極材解析を行いました。はじめに、使用にメッセンジャー RNA と VHAT の二重位最中を行った結果を示します。二重位最中ハイブリダイゼーションの結果、ここに示しますように、
ほとんどシオニンと VHAT の極材が重ならないということを改めて確認しました。一方、CR1 と VHAT の二重因最中ハイブリダイゼーションの結果では、ここに示しますように、一部の細胞でこのように、COR1 と VHAT の極材が重なるということが分かりました。このようなことから、コリン作動性神経の一部に COR1 が発現していることが明らかになりました。本研究の結果をまとめますと、神経節中間部のコリン作動性神経の一部に COR1 が発現していることを明らかにしました。そして、シオニン作動性神経の繊維が神経節全域に走行しているということから、COR1 と VHAT が共発現している、神経へのシオニン作動性神経繊維の投射が予想されます。そして、コリン作動性神経は、ホヤの運動神経の伝達物質として、筋収縮などに関わっているということから、シオニンが COR1 を介して、コリン作動性神経の機能を調節していると予想されます。今後は、形態学的な観察やチャネルロドプシンなどを利用した光遺伝学などの機能的な解析によって、シオニン作動性神経とコリン作動性神経の間の神経伝達を確認する必要があります。さらに、シオニンがコリン作動性神経の機能である筋収縮を調節しているかなど、機能的な検討をする必要もあります。このような試みによって、ホヤ中枢神経系におけるシオニンの作用基準が明らかになり、ホヤ中枢神経系の機能の理解が進むということが期待されます。本研究は、ここで挙げた共著者の方々のご協力のもと実施しました。さらに、本研究に用いた野生型ホヤは、ナショナルバイオリソースプロジェクトから供給いただきました。本事業を進められている吉田先生、佐藤豊先生、笹倉先生、スタッフの方々のご協力にお礼申し上げます。以上です。ご清聴ありがとうございました。